動画のタイトルにありますように、みーちゃんは約8ヶ月ぶりに低血糖を起こしてしまい、先週土曜日から週明けの月曜日まで入院をしていました。今年3月に入院した時と比べると、今回はそこまで重くはなかったようで、前回の経験から早めに対処できたことが良かったのかなと思っています。ただ今回は低血糖を引き起こすまでの過程が前回とは違っていたので、病院を受診すべきかどうかの判断に迷いました。ダウン症の子は低血糖になりやすいわけではないようで、みーちゃんに限ったことなのかもしれませんが、もしもの場合に参考にしていただければと思いまして、今回の経緯を詳しくお伝えしようと思います。みーチャンネル。まず前回、低血糖になった時はどうだったのかというと、夜中にたびたび目が覚めていた。朝から調子が悪そうで起き上がらない。ご飯を食べようとしない。お昼に目が覚めて牛乳を飲む。おやつの時間に水をごくごく飲む。眠そうなので横になる。晩ご飯前に症状が悪化する。朝5時に一度は起きたものの再び眠りに入り、お昼に起きた時は牛乳、おやつの時はお水を飲みましたが、ご飯を食べようとはしませんでした。夕方も眠そうにしていたので横になっていましたが、晩ご飯前になると目を閉じたり開けたりする回数が増え、手をグーに握ったまま目の焦点が合わなくなり、症状が急に悪化していきました。では今回はどうだったのかというと、朝起きて普通にご飯を食べた。昼ご飯は半分残した。昼寝の後おやつを食べた。おやつの後嘔吐した。生あくびをしてだるそうな表情。話したり動いたり意識はあった。晩ご飯も食いたいと言っていた。再び嘔吐、目を閉じる回数が増えたため病院を受診。という感じで、朝の時点ではいつもと変わらずご飯を食べていたので、後に低血糖になるとは思いもしませんでした。お昼ご飯を半分残したのは元気なみーちゃんならありえないことなので、調子が悪いのかなと思い、今日は体調をしっかり見ていようとお姉ちゃん含めて家族で話していました。前回と比べると今回は飼いたいと話していたり、自分の足で動いたりしていて、ほぼ寝たきりだった前回とは違ったので、本当に低血糖なのかな、体調不良で嘔吐しただけなのかなと思ったりしていました。おやつの後は体がだるそうに見えて生あくびをしていたので、パパがソファーで抱っこをして休んでいたのですが、徐々に目を閉じるようになったので、これは低血糖だろうと判断し、病院を受診することにしました。前回は目を閉じて開いての繰り返しをした後、症状が悪化していき、病院に着く頃には意識も薄く脱力した状態でした。今回は症状が悪化する前に受診できたのが良かったのか、意識はしっかりとある状態で病院に到着し、車を降りる時にはパパとお姉ちゃんとタッチもできていました。前回救急外来で血糖値の簡易検査をした時は数値が出ないほど低い状態でしたが、今回は49という数値でした。簡易検査の後、詳しい検査結果が出て、血糖値は44。その数値を見て糖を注入したところ、みーちゃんはケロッとしていました。しばらく点滴をして休んでいましたが、医師から血糖値が100くらいに安定するまで見ておきたいとのことで
念のため入院をすることになりました。医師によるとダウン症の子は大丈夫なように見えていきなりパタンと倒れてしまうとのことで、もしも夕方にソファーで目を閉じて眠ろうとするみーちゃんを様子見していたら、症状は一気に悪化していったのではないかなと思いました。約8ヶ月で2度低血糖になったわけですが、みーちゃんにとってはご飯を食べないというのが低血糖を引き起こす時のサインなのかもしれないと思いました。ただ今回は晩ご飯の時にたいたいと何回も喋っていて、お話できているから大丈夫かなと思ったりしましたが、もしかしたらたいたいっていうのはみーちゃんが低血糖になっていることを知らせてくれていたのかもしれないなと後になって思いました。ということで、みーちゃんにとって2回目の入院となったわけですが、左手の甲につけた点滴を指さして痛い痛いと何度も言っていて、包帯でぐるぐる巻きにされた姿を見るのはやっぱり辛いもので、早く低血糖を引き起こす原因が分かってくれたらいいのになぁと思います。入院中は何もすることがなく、みーちゃんも不機嫌でぐずぐずでしたが、ご飯の時間になるといつものように笑顔になっていました。左手に点滴ということで、ご飯は右手を使って一人で食べたのですが、お家ではすぐ食べきるのに、なぜか病院では30分かけてゆっくり食べていました。ご飯の間、私はみーちゃんの横に座っていたのですが、ベッドは狭くて体がとてもしんどかったです。体勢を変えたくて動こうとしたのですが、みーちゃんはそばにぴったりくっついていないと不安なのか、動こうとするとひどく怒られてしまい、私の横にじっと座ってなさいと言われているかのようでした。ご飯はパックの牛乳も美味しそうに飲んでいて、デザートももちろん食べて元気になってくれてほっとしました。月曜日に退院してからはいつも通りの生活をして、昨日は療育にも通いました。パパとお姉ちゃんも2人だけの暮らしは寂しかったようですが、みーちゃんが帰ってきて、また賑やかな日常が戻ったことを喜んでいました。今回は2泊3日の入院でしたが、病院から出てみると一気に寒くなっていて驚きました。11月も半ばになり、広島では紅葉が見頃を迎えているところもあるようです。近々家族みんなでミー散歩したいと思います。